こんな時間か。約束の時間もう過ぎちゃってるな。やっぱり来てくれないよね。うん。今日お手紙を送ったばかりだもん。しょうがないか。君、やっと来てくれた。そんなに息切らして大丈夫？そんな遠くから走ってきたの？馬車とか使わずに？もう、後先考えず無茶しちゃうところは直さなきゃダメって小さい頃からずっと言ってるでしょ。ほんと、そこだけは治ってくれないよね。でもよかった。君が来てくれて。ほんとよかった。だって、今日会えなかったら、もう二度と会えなくなるんだもん。うん。そうだよ。手紙に書いた通り、私、明日結婚するんだ。1週間くらい前に遠くの国の王子様がいろんな偉い人を連れて私のところへ来てね、出会い頭に自分と結婚してくれって言われちゃった。本当は断りたかったんだけど、その王子様が連れてきた偉い学者さんたちにこう言われちゃったんだ。君たちが結婚しないと世界が滅ぶって。覚えてるかな？君のお家に泊まった時、いつも寝る前に読んでいた貧しい女の子と王子様が恋に落ちて幸せになる絵本の話。あの昔話、実は予言で、その女の子が私なんだって。いや、未だに信じられないや。それで、あれよあれよという間に、いろいろと準備が進んじゃってね。今日、司祭様とご挨拶したから、夜が明けたらいよいよなんだ。明日のお昼には婚礼の儀式を済ませて、そしてそれが終わったらそのまま遠くの王宮に連れて行かれて、ずっとそこで暮らさなきゃいけないんだって。だからもう君とは会えなくなっちゃうんだ。だって王宮だもん。平民は入れちゃいけないんだって言われちゃった。だから私、その話聞いた時は結婚は絶対に嫌だって断ったんだけど、しょうがないよね。言われた通りにしなきゃ世界が滅ぶかもしれないから。うん。やっぱり嫌。君と二度と会えなくなるなんて考えただけでも耐えられない。だって君のことが大好きだから。パパとママがいなくなったあの時、君だけが私のそばにいてくれた。君だけが
あの時の私を慰めてくれた恩人なの。私にとって君だけが王子様なの。どこかの国の偉い王子様とか、世界の運命なんてどうでもいい。一緒にいるうちに好きになるとかなんとか言ってたけど、私には絶対無理。だからお願い。私をどこかへ連れてって。誰も知らないくらい、どこか遠いところへ連れてって。私を守って。迷惑だっていうのは知ってる。君だって、君の生活があるからさ。追われる生活なんて嫌だよね。でも私どうしても君と。どうしたのいきなりかしこまっちゃって。やめてよ。そんなことされたら勘違いしちゃ。今なんて。僕もあの時から君のことが大好き。じゃあ私たちあの頃からずっと両思いだったんだね。私もすっごく嬉しい。胸の奥がポカポカして今にも意識が飛んじゃいそう。ダメ、もう耐えられない。ねえ、いいよね。ギュッてしてもいいよね。ギュー。ねえ、背中撫でて。あの時みたいに。落ち着く。改めて近くで君の顔見たらなんかすっごく頼もしく見えちゃう。うん、私結婚する。あの王子様とじゃなくて君と。それじゃあこれからどうしようか。今から一緒に遠くまで逃げちゃう？そっか。じゃあ善は急げだね。ありがとう。私今すっごく幸せ。じゃあ早速出かけようか。当てのない旅へ二人きりでね。あ、おかえりなさい。今日もお仕事お疲れ様。ご飯にする？
わかった。ちょうど準備できてたところなんだ。さあ、座って座って。どうして今日はこんなごちそうなのって？ふん。やだな、忘れちゃったの？明日は、私たちが駆け落ちして、ちょうど5年目の日だよ。だから今日まで世界が滅びずにいてくれた、お祝いと、明日からまた無事に毎日を過ごせますようにって、お願いを込めた、ささやかなパーティーを開こうと思ったんだ。じゃーん。ケーキも作ってみた。どう？よかった、喜んでもらえて。それにしても、あの日からもう5年か。長かったような、短かったような。そんな毎日だったね。てっきり追ってから逃げ続ける人生だと思ったんだよ。だけど、追われてたのは最初の1日で、それが過ぎたらあとはほったらかし。正直私拍子抜けしちゃったんだ。君との逃避行を想像してたし、なんなら期待してたからね。後から知ったんだけど、あの日に婚礼の誓いを立てないと、全部台無しになっちゃうんだって。だからもう世界が滅んじゃうのは避けられないってあちこちの学者さんたちが言ってるんだって。いやー、どんな風に滅ぶんだろうね。空から大きな星が降ってくるのかな。それとも、何もかも急に、ふって消えちゃうのかな。え？私ならどんな風に滅んでほしいって。別に何でもいいかな。そばに君がいてくれれば、何でもいい。それにしても、明日で私たちが駆け落ちして5年になるのか。国総出の警備を突破した時に、私を引っ張ってくれた君の手の感触。まだこの手に残ってる。いやいやいや、大げさじゃないって。ほんとの話。それからさ、100日目とか1年目とか、1000日目とか、節目節目のたびに身構えてたけど、結局肩透かしでお互い笑い合ったの覚えてる？1日過ぎて朝になっても何事もない平和な世界を見て、お互いほっとして、私たちが駆け落ちした時、あんなに騒がしかった世間も、その度に拍子抜けを繰り返してるようだから、今はもう誰も気にしてないみたい。だから世界が終わるってなった時はきっと、一瞬の出来事なんだろうね。後悔はないのかって？そんなのないよ。だって、私たちで決めた運命だもん。後悔なんてお互いない。そうでしょ？結婚式だって私たち二人きりでだけど、ちゃんと済ませたもんね。懐かしいなぁ。誰もいない廃れた教会で、月明かりの中、お互いに誓いの言葉を交わし合って、それからやだな、やっぱりどうしてもにやけちゃう。変な顔になってない？そう。
それはよかった。だからさ、本当に今の私には未練は全くないよ。その時が来ても、君がそばにいてくれれば怖くない。君も同じ気持ち？そう。それはよかった。おめでとう。これで無事5年目を迎えられたね。なんだか今日一日も無事過ごせそうな気がする。あのね、私この5年間でちょっと思ったことがあるんだけど。仮にだよ。本当にあのお話の女の子が私だったとしたらさ、あの王子様は君だったんじゃないかな。だって私にとって本当の王子様のように思ってるもん。だから世界はもう滅びないと思うんだよね。だからね、5年目の今日一日をちゃんと無事に過ごすことができたらお願いがあるの。新しい家族が欲しいな。ちょっと、夫婦なんだからそんなに驚かなくてもいいでしょ。私までびっくりしたじゃん。どうしていきなりって。だって今でも十分幸せだけど、もっと大きな幸せも欲しくなっちゃったんだもん。ねえ、ちょっと耳貸して。ありがとね、私をお嫁さんにしてくれて。私今すっごく幸せだ。